毎年何千人もの移民が世界で最も交通量の多い航路の一つでもあるドーバー海峡を小型ボートで渡るという危険な旅に挑んでいます。フランスカレーとイギリスドーバーを挟むこの海峡は現在深刻化する人道政治問題の最前線となっています。命を落とす危険すらあるボートでの過酷な旅はニュースやメディアで取り上げられるものの根本的な解決には至っていません。そして今も命を懸けてこの海を越えようとする人々がいます。ブレグジット以降、イギリスは不法で上陸した人々を EU に送り返せず、ドーバの住民をはじめ多くの国民の混乱と怒りを招いています。そんな中、先月フランスとイギリスの間で新たな協定が結ばれたが、今後どのような影響をもたらすのか、この問題について見ていきます。皆さんこんにちは、シンです。今僕はですね、イギリス南東部の港町ドーバというところに来ております。僕はこのドーバっていう町初めてなんですけれども、そのイギリスとフランスの間にドーバ海峡っていうのがあって、僕はそれでドーバっていう名前は知ってるんですけれども、来るのは初めてです。で今回何で来たのかっていうところなんですけれども、ここって最近イギリスの玄関口っていうふうに言われていて、結構政治的なお話で、よく話題になるんですよね。対岸のフランスからですね、ゴムボートとかに乗って、不法で入国してくる移民がいるわけですよ。っていうので、ここがイギリスの玄関口っていう、あまり良くないレッテルなんですけれども、そういった使い方というかそういった言い回しがあって、実際今回ですね、この移民がボートに乗ってドーバーの町にやってくるお話をお届けできればと思います。であいにく今日天気こんな感じなんですけれどもね、今日はドーバーの町を回って、あとはですねフェリーに乗って実際対岸のフランスの方の町カレーというところにもちょっと行ってまいりたいなと思います。地図アプリで見てるんですけれども、この真正面がフランスのカレーの町になっているのですが、本当もう目と鼻の先なんですよね。ちょっと今日雨の関係で見えないかもしれないんですけれども、晴天の日は見えるんじゃないかなというところで、向こうからですね小型のゴムボートでこの町を目指す移民が結構いますと。でここ数年そのボートの数って結構増えていて、問題になってるんですよね。でつい何週間前英仏の首脳会談があって、ここがまさに一つの議論の点になっていたんですよね。なんでボートをどうにかしないとっていうので、いろいろニュースでも話題になりました。で今イギリスってもう EU を離脱してしまっているので、仮にボートに乗ってきてイギリスに不法入国した人がいたとしても、イギリスはですねそのままフランスに送り返せないらしいんですよね。なのでかなり面倒なことになっているみたいです。で一旦こっちに入国した方々に関してはですね、当局に捕まったらドーバーだったりドーバーの近くの町の施設に連れてかれていろいろ事情聴取されるみたいなんですよね。でこの中で、一部の人はやっぱりその正当というか妥当な理由で難民として受け入れられるような状態になっていて、その方々はイギリスにそのまま難民申請をしてで、結果を待つことになるんですけれども、それ以外の方々に関してはもう拘束して機会があったタイミングで送り返すみたいです。どうやって送り返してるのかっていうのはちょっと僕は分かってないんですけど、送り返してるみたいです。というのでいろいろ大変なんですけれども、もちろんその国境警備隊に捕まらなかったボートというか移民の方もいるわけで、その方々に関してはおそらくドーバーから即北に向かってロンドンだったりマンチェスターだったりでかい都市を目指していくんじゃないかなと僕は思っています。でこの審査プロセスなんですけど、ネットの情報とかによるとあまり透明性のない、ものになってるんですよね。なんで何をもってその人を受け入れるのか、受け入れないのかっていうのがあまりクリアじゃないらしくて、地元の方々が結構怒っていますと。もちろん彼らからするとね、不法でイギリスに上陸してるわけだから、やっぱり全員送り返すべき、または国外退去させるべきだよねっていうような考え方だと思うんですけれども、人道的なこともあり難民として受け入れるパターンもあってですね、かなりモヤモヤしたような状況なんじゃないかなと僕は理解しています。でデータによるとですね、EU 離脱に賛成したドーバーの住民が過半数を超えているんですよね。でその一つの理由がボートに乗ってイギリスに来ようとしてくる移民の流れをどうにかしたいっていうので、みんな賛成に投票したらしいんですけど、蓋を開けてみたらですね、皮肉にも、離脱した後の方が不法移民の数、ボートの数っていうのが増えていてですね、非常に住民からすると、イライラしてる、モヤモヤしてるんじゃないかなというふうに僕は思います。
イギリスは EU を離脱して以降、ドーバーのイミグレや税関検査が強化され、 EU 間を走るトラックの渋滞や手続きにおける混乱がたびたび起きています。国境を取り戻すというブレグジットのスローガンとは裏腹に、この街にやってくる小型ボートが増えたことで問題が深刻したと感じる人もいます。連日ボートが着岸しては街中の警察の存在も著しくなり、マスコミからの注目も集まる中、問題は解決を見えていません。現在、海を渡る移民の増加を問題視する声もあれば、ブレグジットにおける政策の失敗を根本的に問題視する人もいます。で今ね、このドーバーからカレーに行く船に乗りました。この船はですね、ドーバーとカレーを行ったり来たりする、シャトル船みたいな感じになっていて、僕は徒歩で来たんですけれども、ほとんどのお客さんがトラックの運転手だったり、あとは自家用車で、この海峡を渡るお客さんなんですよね。でドーバーからカレーって1時間半なんですけれども、直線距離にして30キロしかないんですよね。厳密には32キロかなんかなんですけど、多分ですね、このカメラ見えるかどうか分かんないんですが、こちらがですね、ヨーロッパタイルというかフランスカレーになっていて、本当目と鼻の先なんですよね。なんですけれども、この海峡をね、ゴムボートとかで渡ろうとすると、結構やっぱ厳しいみたいで、今ご覧のように風もすごい吹いているような状態で、あと水温もめちゃくちゃ冷たいっていうので有名ですし、あとは波がね、今は見た目はそんな強くないんですけど、波もねそれなりに強いんですよね。なんでこういったところで命を落としてしまう、方もいるようで、結構ね過酷な旅なんじゃないかなと思います。2017年までほとんどの人々は投影するトラックやフェリーに隠れていたものの、規制取り締まりが厳しくなり、2018年から小型ボートに流れがシフトしたようです。で現在イギリスはですね、この何十億ポンドっていうお金を使って密入国を防ごうとしてるんですけれども、やっぱりそれでも密入国をする人っていうのがやっぱり結構いてですね、結構悩ましいところになっています。で先ほどフェリーから降りましてね、彼の町の中心に今来てるんですけれども、ここの町はですね、昔は毛織物と漁業で人気だった町なんですよね。なんですけど今ではイギリスに向かう移民たちの集い場っていうので人気になってるみたいです。人気っていう、言葉がちょっと語弊はあるかもしれないんですけれども、有名な町になってます。で実際ですね、フランスの友達、現地人がいるんですけれども、彼について何か知ってるって聞いたらですね、いやそこはみんな移民が向かってる場所だよみたいなことしか教えてくれなくてですね、やっぱりそういう考え方でカレっていう街があるんだなっていうのが僕の中では印象的でした。でニュースかなんかで見たんですけれども、みんな移民たちはこの町にやってくるんですが、警察に捕まるとまずいので、日中はですね、茂みちょっと外れたところにね、森じゃないんですけど、茂みがたくさんあって、そこで隠れたりしていて、夜中になると、入り江のところでボートに乗っかって、イギリスに向かうっていうような感じで、やってってるみたいです。でカレーについてなんですけれども、なんとなく街中警察官がうろちょろしているんですよね。で僕の後ろにカレーの中央駅、電車の駅があるんですけれども、警察官の方もね複数名パトロールされてて、なんとなくこの移民というか不法移民の取り締まりをしてるんじゃないかなというふうに思っています。ただ街中自体はそこまで大きくないので、結構その周りを見た感じ、観光客がほとんど、あとは地元の住民含めなんですよね。ではなぜ移民の方々はそのフランスとかヨーロッパではなくイギリスを目指すのかっていうところをちょっとカバーしたいんですけれども、理由はいろいろあると思います。例えばもう家族が向こうに住んでたり、あとは英語しか喋れないからイギリスに行きたいとかっていうような考え方はあるんじゃないかなと思います。なんですけど、やっぱり大きい点としては、経済的にそれなりに安定してる、ドイツとかと比べるとねちょっとあれなんですけど、イギリスはそれなりに安定してますし、仕事もあるんじゃないかっていうような憶測が移民の方々の間であり、イギリスを目指しているんじゃないかなというふうに思われているようです。で以前これは難民の動画でも触れたんですけれども、その人道的倫理的なところでいくとイギリスって結構優れてるんですよね。なんでそういった意味からしてもやっぱりイギリスに行った方が自分の身には安全なんじゃないかっていうのでイギリスに行ってるような感じです。
なんですけど、全員が全員そうではないかもしれないし、中にはねもうヨーロッパ全ての国々を回ってもう後がないっていうので、じゃあ最後のつてでイギリスに目指す方々もいるんじゃないかなと僕は思います。イギリス国内からの不満の声が高まる中、フランス警察も日々出港の阻止に努めています。カレーからブローニュシュルメールまでの海岸線をドローン、赤外線カメラ、動体センサーを活用したパトロールが実施されているようです。イギリスとフランスの二国間協定により、フランスは国境警備のためにイギリスから数千万ポンドの支援を受けており、2024年だけでもフランス当局は1万5000件以上の渡航阻止に成功したと報告しています。でこうやって不法の移民がですね、イギリスにどんどん入国しているっていうので、イギリス政府も対策を打ちます。一つご紹介したいのがルワンダ移送計画っていうものなんですけれども、不法でイギリスに入国した移民をルワンダに移送する計画かなんかがあったんですよね。でイギリス政府の考えからして移送されるっていうので不法の移民がなくなるんじゃないかっていう考えがあったんですけど、結構周りからいろいろ批判とかバッシングとかがあって、最終的にこの政策白紙化になっちゃったんですけど、ルワンダ移送計画っていうのがあって、対策は一応打っていたような状況だったそうです。そんな中、先月イギリスのスターマー首相とフランスのマクロン大統領はワンインワンアウトという移民協定を発表。1年間の試験的なスキームではあるものの、小型ボートでイギリスに到着し、正当な滞在理由を持たない移民をフランスへ送還するたび、イギリスはフランスにいる正当な理由がある移民希望者を1人受け入れることで合意しています。でここ最近結構移民の動画をねアップさせてもらってるんですけれども、別にこの移民がどうのこうのとかっていうのを言うつもりは全くなくて、ただ単に気になったコンテンツがたまたま移民だったっていうので、ご紹介してるだけなんですよね。で今回の動画では、命を懸けてでも海峡を渡ってイギリスに行くっていう移民のお話をさせてもらってるわけで、いや需要があるにせよすごいことを本当強いられているというかやってるなという気はしています。かといってね不法移民をね擁護するつもりは全くなくて、以前難民だったり移民の動画でも僕は触れてるんですけれども、やっぱりその不法っていう時点で、結構擁護しにくいのが現実だと僕は思っています。でネットの声とかを見てみると、抜本的にこの問題を解決しないとダメだよねっていうような意見とかが多くてですね、国境警備隊を増やすとか、ドローンを飛ばすとか、いろいろね戦略というか戦術は打ってるんですけれども、そうじゃなくてなぜ、彼らがそもそも祖国を出ていかなきゃいけないのかっていうところをですねフォーカスしないとダメなんじゃないっていうような意見で、気候変動だったり紛争戦争、あとは経済的不況、いろいろ理由があって、移民をしているわけだと思うんですけれども、そういったところに対しての、抜本的な改革をしないと、今のね不法移民難民っていうのは減らないんじゃないかっていうのは、僕はすごく分かる気はしています。で日本を含め、海外の先進国とかですよね、で同じような現象が起こっている中で今後打開策が見つかるのかっていうのは気になるんですけれども、こうやって僕が喋ってる間にでもですね、まさに今イギリス海峡というかドーバー海峡を渡ってイギリスに入国しようとする移民がいるのは事実だと僕は思っています。ということで今回の動画はこちらで以上になります。ドーバー海峡を渡ってイギリスにボートで入国する移民のお話についてでした。カレーから以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。